こんにちは。よいしょ。これは萎縮の怒り。ラッキーの話か。話聞いてみて。教えてくれなかったね。はぐらかされちゃったんで。後を追って手がかりを探さなければならないってなってる。違う。これかな。修道女、マザースシゲンとお話をしましたけど。まあ、確かに、過去に男爵がシスターになんかやっちゃったよってことで、一人傷つけられたっていう話ですね。図書館に潜入すれば調べられるかもしれないっていうことですね。他はちょっとわかんないですね。魔術の手。これは、フェレンツ小修道院長の話かな。ちょっとまだわからない。未亡人の呪いは、森の奥に住んでるよっていう話か。これもまだ全然わからないね。洪水。洪水の話は、何が必要かい？一旦、いいかなと思ってるけど。じゃあ、マザーシシリアには話は聞けたから。ちょっと修道院に戻ってみようかな。戻れるかな？あ、石を投げると。チェイ。あ、出てきてくれた。フロリアン修道士。こっちだ。来たか。嵐なのによく遅れなかったな。遅れられないですよ。さて、邪魔をしないようにと指示を出したとはいえ、迅速に仕事をこなさなければならない。死体を間近で見ると不安になる人もいる。アンドレアスは大丈夫だと言いわ。わからないが、ピエールの力になりたい。これまでに動物の死骸が様々な状態で腐ってるのを見てきた。人間の死も自然の一部だ。大学で一時期、医学を学んでた。死体も見た。大丈夫だ。よし、これで行こう。死体を見るのと直接調べるのは全くの別物だ。では、書き留めながら進めるといいだろう。後で役に立つかもしれない。ああ、そうだな。痛いかなこれは、男子の。本当に書き留めてる。まずは、顔や頭など、頭部の検視から始める。目に見える傷はないな。無傷だ。歯の状態も良好、異常なしだ。頭部、顔は問題なしと。首、肩、胸も普通だ。胴体を調べるには血をきれいに洗い流さないといけない。あったぞ。第6肋骨と第7番肋骨の間に刺し傷がある。ほう。あ、これがその傷の絵かな？だが、かなり浅い。2.5 センチ程度しか貫通していない。そして、おそらくは本人の手によるもののようだ。え？自分でやったってこと？自分でやっただって、なんでわかるんだ？でも、致命傷としては浅いように聞こえる。ニルンベルクインチで、それともインスブルックインチで、ちょっとそういう細かい数字の単位を置いといて、なんで自分でやったんでしょうね。刺し傷の角度や深さからだ。まるで本人が右手に凶器を持っていて、そのまま横倒しになったかのようだ。横倒しになった。私はこれまでずっと修道士だったわけではないんだ。ポーランドで10年間傭兵をやっていた。傷に詳しいのは戦場での経験があるためだ。私は真の外科医ではないが、キアサウでは外科医に最も近い存在だ。それほど浅い傷なら致命傷になることはなさそうだ。ああ、転んだ際に本人が持っていたナイフでできた偶発的な傷だろう。なるほど。遺体発見時の大量の血は何か別の傷によるものに違いない。となると、こういうことはピエロ主導者無実ということだな。犯人は誰だと思う？って
ピエロ修道士は無実かどうかはまだわからないよね。わからない。心当たり知らない。私にできることはこの遺体を調べ、あとはアンドレアスが解明してくれることを願うだけだ。ピエロ修道士が致命傷を与えたことはありえないと指摘するだけでは、捜査一長は納得しないかもしれない。そうですね。ピエロ修道士はナイフを手に取るべきではなかった。罪悪感などというものは、一切頭の中になかったのだろうな。では、次に進もう。死液が問われている。おそらくフランス病のせいだな。死因とは関係なさそうだ。フランス病ってなんだ？聞き慣れない病気だ。ナポリの売春宿でフランス人兵士がかかった病気か。ああ、つまり、性病ってことですかね。ああ、なぜ知っているんだ？大学で議論したことがある。ああ、そうか。アルプスは北側でも急速に広まっている。そうなんだ。アンドレアスは医学の知識持っててよかったね。いろんなこと知ってる。治療法は水銀を大量に消費する悲惨なものとなっている。水銀は毒なのでは。とにかく男爵はあまり誠実な夫ではなかったようだな。貴族には珍しいことではない。修道士ならもっとショックを受けると思った。何も言わない。ちょっと黙っとこう。下に落ちる。おろしたての靴によるものだと思われる豆を除けば、足には何の問題もないな。アンドレアス、ひっくり返すのを手伝ってくれるか？もちろんだ。感情を抑えて同意するように、うめく。もちろんだ。手伝いましょう。なんだ、面白い回し方だったね。背中。背骨がわずかにずれている。おそらく昔の怪我によるものだろう。死因とは関係がなさそうだが。なんでそんなことになるんだ？貴族とは付き合いが長いんだ。多分狩りの最中に落馬したんじゃないか？ああ、なるほどね。男爵は自然の中をハイキングするのが好きだったそうだ。綺麗な場所というのは悪路のことが多いもんだ。なるほど。落馬とかかな。命がけで狩りをするなんてバカバカしいと思うが、私が言えた立場じゃないな。傭兵やってたって言うんなら、確かにそうですね。理由はどうあれ、死因には関係ない。そうですね。血が出てるっていう話だから。あったぞ。頭にかなりの傷がある。ほう。後頭部か。奥髪と血で見えづらいが、かなりひどい傷だ。私の経験では、頭にこれほどの傷を負って無事で済んだ者はいない。何も言わない。これまで頭の傷をどれぐらい見てきたんだ？頭蓋骨が割れるなんて相当な衝撃がないと無理そうだ。ああ、そうなんだ。これ、全くその通りだ。医学訓練がしっかり役に立っているようだな。私は大学で学ぶことはできなかったが、ポーランドやリトアニアの戦場である程度の知識を身につけることができた。自分なら大学教育を受けた素人よりも経験者に治療してもらいたい。なんで大学で医学を学ばなかったんだ？自分も学位を取得しておけばよかった。そしたらもっと役に立てたのに。これにしましょうか。落ち込まなくてもいい。こういう仕事は人手が多いほどはかどるというものだ。この傷はおそらく直径4、5インチ以下の鈍器による強力な地域によってできたもののようだ。何も言わない。なんでわかるんだ？こっち。頭蓋骨に一箇所だけひびが入っており、周囲の皮膚にはっきりとした跡がある。ほう。男爵がすでに死んでいなかった限り、同じ箇所を2回殴るには並外れた正確さが必要だ。即死ではなかったようだな。どれぐらいの間生きていたんだ？戦場で似たような怪我を見たことがある。
こういった状態では数分と持たないが、苦しんで死ぬことになる。わあ。それでも、最初にオーダーされた場所から遠く離れてさまようなんてことはできなかったはずだ。つまり、場所は、参議場で変わらないのかな。じゃあ、3次会会議場で襲われたわけじゃなかった可能性も。あれ ?3 次会会議場かその近辺で襲われたのだろう。ああ。とにかく現場は、会議場近辺。来週土院の外で襲われた可能性は、いや、ないでしょ、それは。クロイスターか。大庭園とか教会の可能性はうわー、位置関係がわからない。外ではない。どこだろう。大庭園からは離れているよね。教会かクロイスターか。わからない。教会ありえないはずだ。リューデガーとマチューが常に出入りしている。教会内の騒音は響きやすい上に、男爵が3次会会議場にたどり着くにはクロイスターを通り抜けなければならない。クロイスターだったか。とにかく、男爵の死因は相当な重さの鈍器によるものだった。頭部に衝撃を与えた部分は、おそらく拳より少し小さいぐらいの大きさだろう。実際に拳で殴られた可能性は、いやいや、拳ではちょっと無理でしょう。周囲は2から 2.5 インチといったところか。豚用の木槌か、接合用の金槌、あるいは直径4から5インチの岩石なんかを使ったのかもしれない。妙に具体的だな。大きさや距離や掃除の見積もりは昔から得意なんだ。肩をすくめる。得意なんですって言っておこう。その才能を使って凶器を迅速に特定できることを願うばかりだ。犯人が誰であれ、男爵に不意打ちを食らわせたに違いない。小さなナイフの傷を除いては一切怪我はないのだから。おそらく男爵は殴打され、身を守るためにナイフを抜き、ナイフの上に倒れたところ、ピエール修道士によって発見されたのだろう。それなら確かに、わからんではないな。二つの重要な事実が明らかになったようだな。ピエールは男爵を刺していなかった。もし刺していたとしても、男爵の死因ではない。男爵の死因は、重い鈍器による頭部への一撃だった。そうだね。どっちでもいいと思うんだけど。ピエールさんじゃないよねっていう話はこれだね。これは単純に、死因がこうでしょうっていう事実。一旦これにしましょうか。鈍器ですと。その通りだ。その鈍器を見つけられれば、犯人にたどり着けるかもしれない。あと、ピエールは男爵を刺していなかったことも分かった。大修道院長も知っているのかもしれないが、女裁長を説得するにはまだまだ証拠は必要かもしれない。おっと、もう一つ興味深いものがあると、男爵の上着から見つかったんだが、アンドレアス抜きでは開けたくなかったんだ。なんでしょう。上着か。그러다回すの。これは、男爵の衣類の上着に入っていたものか。何らかの書き置きだ。アンドレアスなら私よりも丁寧に開けてくれるはずだ。なんか読めないけど、なんと書いてある？女の子、死んだ少女と潔白。夜半か。聖堂三次会会場。なんだろう。女の子、どんな少女だ？潔白とは。修道女の一人。村の誰かか、全くわからないな。修道女は今のところは可能性あるかなって感じですね。修道女が亡くなったことなどもう何年もないが、マザー・セシリアなら覚えてるかもしれない。誰が書いたかわかるか？間違いなく謝辞の経験が豊富な人物だが、イドックやガイではないはずだ。イタリア人ではないことは間違いない。イタリアのサジ性は、人文主義的な字体を使う。なら、これは極めて洗練されたゴシック体だ。なるほど。
まずは時代の話からしていきますか。エドックやガイと同じくらい上手いが、あの二人がこれを再現できるとは思えない。なんだと、本当か。その二人でないとしたら誰が。調べるつもりだ。肩をすくめる。調べましょう。答えが見つかることを祈っている。さて、せかして申し訳ないのだが、そろそろ帰ってもらわないといけない。ここに長い石ではするほど。お、誰か来ちゃったか。誰が来る予定だったのか。何も言わない。ちょっと黙っとこう。ベルナーさん、フロリアン修道士、開けてもらえるか。タッシングの医師、ベルナー・シュトルツだ。今取り込み中なんだ。夕食後にまた来ていただけないだろうか。申し訳ないが急用なんだ。ゲルノットシンプルに男爵の遺体の検視を頼まれた。あらららら。わかった。少し待ってくれ。ブリアス、くれてくれ。もちろんだ。なんでベルナーからここにいることはバレても構わない。隠れよう。そんな隠れ方もうちょっとなんかないの。バレバレじゃないか。シュトルツ医師、お待たせして申し訳ない。さて、何だったかな。大修道院長に男爵の妻が到着する前に男爵の遺体を検視するように言われた。そっか。男爵の妻は今こっちに向かっているところだったよね。検視なら私が終えたばかりだから不要だと思われるが。なら私にも見せてもらっても問題ないのでは。シュトルツ医師、失礼ならもう終わったんだ。死因は明らかだ。なんで見てもらえばいいのに。1時間前に来てもらっていたら、喜んで手伝ってもらっていただろう。手伝う？私は大学で訓練を受けた医師だぞ。戦場外科医の助けなど借りずとも、遺体の検視ぐらい一人でこなせる。出て行ってベルナーに対峙する。このまま隠れておく。隠れておきましょう。私の能力に関してどう思われようと、検視はもう終わったのだ。どうしても遺体を検視したいのなら、大修道院長本人からそう言ってもらってくれ。なんだと、大修道院長をここで連れてこさせるなんて時間の無駄だ。検視が終わったばかりの遺体に検視を行うのも時間の無駄だ。どっちもどっちだけど、そんなに見させない理由もないと思うんだけどな。バカバカしい。すぐにゲルノット神父を連れてくる。これは、危なかった。さあ、早く戻ってくる前に、クロイスターを通って出て行ってくれ。もちろんだ、ありがとう、フロリアン修道士。なるほど。アンドリアスが逃げる時間を稼ぐということだったのかな。とんでもない。また明日。また。よし、急いで出ていくんだ。あれ？時間経っちゃった。一緒に食事をする人を見つけなくては。なんか、のんびりしてるな。まあ、いいか。よし、じゃあ、今日は一旦ここまでにしようかな。それではまた、See you later!